なんかやる気出ない、そんな日ありますよね。こんにちは、まやです。このチャンネルではあなたの世界の見方を変える本当のことをちょっとだけお届けしたいと思います。自炊で健康的な食生活なんて夢のまた夢。作る気が起きないから今日もまたコンビニ弁当。明日こそは朝活するぞって決めたけど、やっぱ今日はいいかなんて翌日の朝は二度寝。周りの人は頑張っているのに自分はサボってばっかりだ。そんな風に自分はなんてダメなんだと自己嫌悪に陥る人もいるかもしれません。あるあるとうなずいているのはあなた一人じゃありません。やる気が出ないというのはほとんどの人が思っていることなんです。もしかしてあなたは自分なんてどうせできないなんて、そんなネガティブな思いを持っていたりしませんか？それは自己イメージを低くしてしまっているだけかもしれません。これができない、あんなことで失敗した、どうせ自分なんて。マイナスな自己像をいくら見つめても良くなることはないですよね。自分のことは自分が一番わかってる。そうですね。だから悪いところもよく見えてしまうものです。でもそれが全てじゃないですよね。別の見方だってありませんか？あなたが思っているあなたが全てじゃないかもしれませんよ。まずはじめに準備運動としてプラスの自分を発見してみましょう。いいところを見るんです。例えばあなたにもできることや過去の自分と比べて成長していることがあるんじゃないでしょうか。自分の足りなかったところを見つけるのではなく、自分ができるようになったことを思い出してみてください。人見知りだったあなたが毎日上司に自分から挨拶をしているとか、学生時代に寝坊ばかりしていたあなたが毎日遅刻せずに会社で働いているとか、同じ仕事でも前と比べると5分も早く仕上げることができたとか、何でもいいんです。一度マイナスな思いを置いてプラスの自分を発見してみてください。どうですか？自分もまんざら捨てたもんじゃないななんて思いが出てきていたらいい調子ですね。それではここからなんかやる気出ないことから抜け出すための3つのステップをご紹介します。1つ目はやる気がなくなった原因をまずは探ってみることです。やる気がない時にその理由を考える人は意外と少ないかもしれません。だってやる気出ないですもんね。でもやる気がなくなってしまったことに何かきっかけがあったんじゃないでしょうか。考えてみると思いがけないところにやる気を止めているピンが刺さっているかもしれませんよ。料理は好きなはずだけど、その後の片付けが嫌でめんどくさかったり、お風呂に入るのがめんどくさいと思っていたら、その後のドライヤーが嫌でお風呂に入る気が出なかったり、洗濯はいいけど畳んでしまってが億劫でつい溜めてしまう。例えばこんな感じでしょうか。原因がわかれば解決できることもあるし、解決できなくても気持ちの整理ができて何か方法が見つかるかもしれません。他の人のことを見るように自分を見てみてください。ああ、なるほどね。だからそうなのか。じゃあこうすればいいのかって今の状態から抜け出せる一歩につながります。例えば料理するのはいいけど片付けるのめんどくさいよね。仕方ない。パスタが茹で上がるまでの時間で型をつけてやろうとか、そっか
ドライヤーが嫌なのか。そっか。じゃあお風呂入るところまではできるね、とりあえずね、とかですかね。仕事でやる気が出ない理由を考えてみましょうか。例えば、つまらない仕事ばかりでやる気が出ないと思っていたけど、どれだけ丁寧に頑張っても誰にも知られず評価されないことがつまらなかったんだな。よし、自分で褒めて自分にご褒美を買ってあげようって解決したり、人に話すだけで悩みが解決することもありますが、そんな感じで自問自答してみたり、自分に語りかけてみたり、自分とおしゃべりしてみたり、気持ちを整理するためのセルフ井戸端会議みたいな感じでしょうか。まずはやる気が出ない理由を見つけてみましょう。二つ目に、今の状態をどうしたいのか自分自身に聞いてみることです。今のやる気が出ない自分をどうしたいですか？今のままでもいいですか？変えたいですか？どうしたってやる気が出ない時もあると思います。働きすぎて疲れていたり、失恋したばかりだったり、病気を患っていたり、自分の力ではどうしようもない時、少し時間が必要な時はあります。そういう時は無理をせず、充電の時間をとってもいいかもしれません。でも、それでもやる気は出ないけど頑張りたい気持ちはあるという変わりたい気持ちがあるなら、やる気を出してみようと思ってみることです。だからそれはどうやるの？そんな声が聞こえてきた気がします。もしあなたがその方法を外に求めているとしたら、ただやる気が降ってくるのを待っているしかないかもしれません。でも残念ながら待っていてもやる気は降ってきてくれないし、誰かが起こしてくれるわけでもありません。やる気スイッチを押せるのはあなただけです。だから自家発電して自分で自分のやる気を出すしかないんですよね。それにこの動画を見ている時点であなたは何とかしたい、変わりたいときっと思っているはずです。もう怠け癖がついちゃって、自分なんてどうせ無理だって思っている人がいるなら、そんなことないですよ。あなたもやる気が出せるんです。今のままじゃ嫌ですよね。やる気が起きない今の自分を変えたい、そうじゃないですか？それはすでにやる気を出したいと出そうと思っているということです。やる気を出すために好きな音楽を聴いて気分を上げ、勢いづけるのもありです。一歩踏み出すために予定を入れるのもいいですよ。ぜひ予約付きで。めんどくさくなってもせっかく予約したしってつい準備に取り掛かっちゃいますからね。あなたなりのやる気スイッチの仕方をいろいろ探してみてください。やる気出してみようとそんな気持ちになってきたら、次のステップを試してみてください。3つ目は、なりたい自分をイメージすることです。なりたい自分をイメージすることで、具体的に今の自分にできることが見えてくるんです。例えば、オーストラリアでワーキングホリデーに行くとイメージするとします。海が目の前にあるお家でバーベキュー。週末はビーチでサイクリング。じゃあ仕事はローカルなカフェで働いて、そのためにはお金も貯めなきゃ。じゃあ自炊を増やして節約しよう。日常会話は話せるようになっていたいな。今から英語の勉強を始めないと。英会話に通おうか。いやいや、独学で頑張ってみよう。英語のテキストを買って毎朝ワンレッスン進めていこう。通勤の電車で英語のポッドキャストを聞こうかな。歩いてるときは目に見えるものを英語でつぶやいてみよう。毎晩英語日記を書くのもいいって言ってたな。日記買いに行こう。
そうやって逆算して今できることが見えてきますよね。今日はこれをして明日にはこうしようと具体的な例が出てきてやりたい気持ちになってきます。あなたは将来何ができるようになっていたいですか？どんな自分になりたいですか？もしかしたらなりたい自分と今の自分のギャップが大きすぎて無理だなぁと思う気持ちが出てきてしまうかもしれません。でもまず思うことから始めるんです。思いには力があります。長年積み重ねてきた自己イメージですから変えるには少しパワーが必要なんです。頑張って明るく強い思いを出してみてください。人は幸せになるために生きているんですよ。人生いろんなことが起きますが、人は誰でも幸せになれます。人間には幸福になる義務があるんです。そうした積極的なイメージを持って生きてください。以上、やる気が出ない自分から抜け出す3つのステップをご紹介しました。1つ目、やる気が出ない原因を探ること。2つ目、今の状態をどうしたいのか自分自身に聞いてみること。もし変わりたいならやる気を出してみようと思ってみること。3つ目、なりたい自分をイメージすること。まずは自分のできるところからやってみましょう。腰が重い人は、私は今からこれをしますと誰かに宣言するのもいいかもしれません。大きな声では言えませんが、どうしても頑張れないとき、先に少しだけ自分にご褒美をあげてやる気を引き出す方法もあります。おすすめです。仕事に行く気が起きない人は、着る服を決めるところから。大丈夫。あなたはできます。さあ、時には自分を褒めつつ、声をかけつつ、なりたい自己像を明るく思い描いてみましょう。そして、やる気が出る、そんな新しい習慣に変えていきましょう。ご紹介した3つのステップが、どうか少しでもお役に立ちますように。